本日はこちらの鶏のもも肉。こちらを使って、やみつき中華風鶏の照り焼きチキン作っていきたいと思います。鶏の照り焼きチキンやみつき中華風照り焼きチキンにしようかな。まあ中華風って、まあ紹興酒とか、あと、こちらのスターアニス、八角ですね。こういうのが入ります。ローソイ貝っていうね、料理があるんですけれども、それにね、近いやつを作っていきたいと思います。基本的にこれ1日漬け込むんですよ。漬け込んだ後火にかけてアクを取って、みたいな感じになるんで、まあ今日はその前の日に漬け込む作業です。ではやっていきます。まずこちら生姜ちょっと汚れてるところだけは切り落としたんだけど、グラムで、指2本分 ?2 本分って、なんて言えばいいんだろうこれ。まあ大体ニンニクでいう2かけ分ぐらいですね。こちらを、まあ皮はついてたもので適度にスライスして、一緒に漬け込んじゃうんで。と、これ、ネギの青い部分、よく洗ってるやつね。今回もう即漬け込んじゃうので、ジップロックの中でやっちゃいます。まず青い部分と2かけ分の生姜。で、ここにお水を 500cc。お醤油を 100cc。で、ここにお酒なんだけど、紹興酒。まあ中華風なんでね。なかったらまあ一応ね、普通のお酒でも大丈夫です。はい。こちらも100入れます。100cc。で、ここにみりん50。みりんを 50cc。で、あとね、ここに少しだけ、ちょっとお肉を柔らかくするので、お酢なんだけど、これタレ作る時にも使うんだけど、今回米酢を使います。でね、穀物酢と違って、まあちょっと酸味がまろやかっていうか、角がないっていうのと、なんて言うんだろう。さっき酸味がまろやかって言ってたけど、普通のお酢よりもちょっとまろやかな感じなので、今回こちらの米酢を使います。ただ量で言ったら、大さじ1杯ぐらいでいいかな。まあ少量ですね。ちょっとお酢の効果で少し柔らかくしようかなっていう感じなんで。で、ここでこちらのスターアニス。八角ですね。ルーローハンとかにも入れる、五香粉とかにもよく入ってるやつですね。こちらを2つ分入れます。あ、すごいやっぱり、これがね、すごい、そういう独特な香りがするので、こちらを2かけ分。こちらが八角です。スターアニス。こちらを2つ分入れます。これがね、ルーローハンとかにある独特な味の素ですね。やみつきになるやつ、ね。そう、これが本当にやみつきになるやつ。ここにで、蜂蜜。こちら大さじ1杯入れます。ダバッと。そしたらここの中にも鶏のもも肉、今回2枚。鶏もも2枚を漬け込んじゃいます。はい。で、ここでちょっと、まず1回ね、よく混ぜ合わせるプラス、ちょっと蜂蜜がね、塊があるので、蜂蜜を、中に溶かします、しっかりと。はい。ではこんな感じでいい感じに溶けたら、ここにね、しゅんちゃんが用意してくれた、ゆで卵。こちらをもうこのタレの段階で漬け込んじゃいます。ただまあ今生肉と一緒につけてる状態になるので、最後食べる寸前に一緒に火を通すんだけど、せっかくね、しゅんちゃんが今これ半熟で作ってくれてるんですよ。なんで、ちょっと火を通しすぎないように気をつけつつ、最後ね、軽く加熱したいと思います。ただまあこの状態で、まあ卵入ってるから、あんまりね、ギュッと空気抜いちゃうと卵の形が変わっちゃうので、ちょっとそこに注意して、できる限り水分抜きます。空気抜きます。水分抜いたらタレなくなっちゃうわ。では、こんな感じで鶏肉と卵がちゃんとね、このタレに浸かったら、こちらで一晩漬け込んでよく味をなじませたいと思います。では、こちら、一晩漬け置きました。お肉。いい感じに卵も染み渡ったので、今回卵は最後に煮立たせようと思ってるので、じゃあちょっと卵だけは取り出します。あ、なんかすごいいい味玉って感じ。ただね、これ生肉と一緒につけてるんで、このまま食べるのはやめてくださいね。絶対最後火を通してくださいね。そしたら残ったこの漬け汁とお肉はもう、フライパンの、まあフライパンとか鍋とかね、に、はい、入れちゃいます。はい、で、この状態で火にかけていきます。はい。で、まあちょっとお肉はね、重ならないようにして、火にかけます。で、まず最初は強火で大丈夫なんで、ちょっと沸騰するまでは最初、蓋をして、しっかりと沸騰させてアクを浮かしたいと思います。では、沸騰していきたいので、一旦ちょっと蓋を外すと、こんな感じで、アクがね、めっちゃ浮いてくるので、こちらのアクを取り除きます。ちょっとアク取るときはね、しばらくちょっと強火の方が取りやすいので。はい、じゃあ大体、アクが取れたら火は弱火にして、こっからちょっとじっくりと
じっくりコトコト煮込んでいきます。で、少し水分も飛ばしたいんで、まあ、蓋は半分ぐらいでいいかな。こんな風にちょっとかかるかなぐらいの蓋をしてあげて、この状態で今から約1時間ぐらいなんだけど、まあ30分から1時間の間で大丈夫なんですけども、まあ鶏にね、火が入れば大丈夫なんで、煮込んでいきたいと思います。では、もうそろそろ煮込みを、今やったね、30分は煮込みましたので、もう煮込み終わるかなって感じなので、これでね、タレを作っていこうと思います。あと、一応ね、皮面とこの肉の面をね、たまに入れ替えてあげたりして、処理しておりました。じゃあ先にね、タレを作るんだけど、まずね、このニンニク。今回2かけ分です。これなんか4かけあるように見えるけど、1個がでかかったんですよね。はい。これ一回まず、潰して、潰したら、こちらみじん切りにします。まあこれをね、ブンブンチョッパーでやってもいいんだけど、一回ね、潰してあげる作業でね、香りを出してあげた方がいいと思います。では、ニンニクを、結構ね、細かめのみじん切りにして、まあ、ニンニクの量はね、皆さんお好みで、ちょっともうちょっと減らしてもいいし、で、ここに、米酢。1、2、3、4杯。大さじ4杯と、豆板醤。豆板醤を小さじ1/2ほど。豆板醤。はい、で、これよーく混ぜて。あ、美味しい。これでね、つけだれは完成です。で、あとは、こちらの卵と、あとこれもカットしてるんだけど、小松菜です。こちらをね、一緒に用意するんだけど、今回のゆで卵は結構半熟に仕上がってるんですけども、こちらね、以前しゅんちゃんが作ってくれたやつ、もしね、同じように作られたい方、概要欄に貼ってありますので、ぜひぜひ。では、鶏肉の方もだいぶね、水分も飛んじゃって、半分ぐらいになってると思います。で、卵とか入れるんだけど、その前にね、ネギ。まあ、ネギってこれ食べてもいいんだけど、ちょっと一旦、この青菜とかの関係もあるので、一旦取り除きます。そしたらもう鶏肉とかは完全に火が入っておりますので、消毒がてらもね、まず、卵。まあでもね、卵も1分ぐらいですね。やっても加熱は。で、再度ちょっと火をね、中火にして、最後しっかり加熱して、で、30秒ほど経ったら、小松菜の、まずね、茎の部分から、これよく洗ってね。まあね、少しでもね、青色が入ると、見た目も綺麗になるんでね。卵はたまにくるっとさせてあげて。はい。で、最後、葉っぱの部分も入れて、これで煮立たせていきます。では、こちらで、鶏もも肉のやみつき中華煮、完成。で、実際食べていきたいと思います。では、早速ねいただきたいところだったんですけども、まさかの実食の風景が撮影できてなくて、食べてるところがなしでございます。データがバグってました。すみません。とりあえずね、感想だけでも皆さんにお伝えできたらなということで、今回はですね、鶏もも肉のやみつきにですね、中華風照り焼きチキンですね、おこうちゃんに作っていただいたんですけども、まあ本当にね、とにかくもう食べてる時からずっと言ってたんだけど、めちゃくちゃ柔らかいんですよ、お肉が。よく煮込んでることによって余分な油が抜けてるからすごくあっさりしてて、で、味もめちゃくちゃ染み込んでて、ほんと2枚だけ作ったら後悔するぐらいめちゃくちゃ美味しいなっていう感じでございました。で、あとはやっぱりね、大好きなんですけど、この八角だね。この八角の香りがね、もう本当にやみつきになる香りになってて、もう一回ハマるとこの香りがするだけですぐわかるんですよ。この香りがね、本当にやみつきになる要素になってるので、お好きな方はぜひ入れていただきたいなというのと、こうちゃんがね、今回ね、このタレです。タレですね。やみつきなタレ。これがね、またね、ほのかな酸味でよりあっさりさせてくれて、あとはね、ほんの少し辛みがあるのと、あとニンニクのやみつきな感じが、とにかく相性抜群で、味変にはとってももってこいなので、大人の方にはぜひ試していただけたらなと思います。これに、本当にさっきずっとやってたんだけど、ご飯の上にさっきの半熟卵をちょっと開いた上にこのね、ニンニクちょっと多めにタレかけたのをか
込むっていうのがそうだね。めっちゃ美味しかったです。残ったタレもかけてね。それだともう、1杯じゃ足りないと思うんですけど、2杯3杯全然食べられる料理になってると思います。はい。とにかくこの鶏もも肉がめちゃくちゃ美味しいので、で、今まで食べてきたその、一応中華風照り焼きチキンとはなってるんですけど、その照り焼きチキンとは全く違う味付けになってるので、ぜひ皆さんね、試していただけたらなと思います。本当に美味しかったです。はい。それだけは伝えます。本日は以上になります。はい、ぜひ皆さん作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。